さんこんにちは。今日も見てくださってありがとうございます。お料理教室で和食をお教えする場合は、生徒の皆さんがいらっしゃる前に出汁を取っている場合が多いんですね。それで皆さんが会場に入ってこられると、口を揃えてわーお出汁のいい匂いっておっしゃるんです。ところが自宅に帰ってお出汁取ってみると、教室のように美味しくできませんでしたっていう方が多いんですね。それで教室の時も私が普段取っている出汁も同じなんですけれども、丁寧にお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。作りやすい出汁の分量です。4人分のお汁物と煮物が1つできるくらいですね。私が普段使っているかつおと昆布っていうのは本当にごくごく普通の、どのスーパーにでも置いてるようなものを使っているんです。じゃあここから作っていきますね。水をお鍋に入れて昆布を30分程度つけます。30分経つと、ほら見てください。こんな風にふっくらとお水を吸って大きくなっています。ここから火をつけていきましょう。火加減は中火弱ぐらいですね。10分ぐらいで沸騰させるようにしてください。沸騰してきたらお水を 50cc ぐらい加えて煮立ちを止めます。そこに一気に鰹節を入れます。そこからまた再び煮立てば、少しアクを取って火を止めます。だいたい水を入れてから煮る時間は1分ぐらいですかね。はい、それを10分ほど置いてこします。私は特に布巾や、キッチンペーパーを引いてこしたりはしていません。この、ざるはもう20年以上使ってるんですけれども、二重になっていて網目がすごく細かいので、だしをこす時にも便利です。で、皆さんもよく迷われるのが、最後の鰹節の柄を絞るか絞らないかなんですけれども、お吸い物を取るところの時は実は絞ったのを入れないんです。お吸い物が濁ってしまうからなんです。でも煮物には美味しいお出汁ですので、そこは別にとって利用しています。先日お友達とランチに行ったんです。そこで雑味のない上品なタイのお吸い物が出てきたんですね。でも私たちが家庭で取る和風だしは少々雑味があってもいいと思うんです。汁物、煮物、どちらにも使っていただけるこのだしをぜひ作っていただきたいと思います。料亭の汁物を真似して、このお出汁を使ってタイのお吸い物を作ってみます。水と酒それぞれ 50cc を鍋に入れて煮立てます。塩をしたタイのアラを加えて蓋をして弱火で蒸し煮します。10分ほどすると火が通りますので、それをワン種にします。では炊事を作っていきましょう。お吸い物のお汁のことを炊事と言います。わかりやすいように今日は4人分を作りますね。600cc のお出汁に塩小さじ1/2、薄口醤油小さじ1です。薄口醤油を加えてからは煮立てないでください。香りが飛んでしまうからです。塩分に気をつけてらっしゃる方はもう少し薄味にしていただいても大丈夫かと思います。お好みで加減してみてください。私が皆さんにこの和風だしを作っていただきたいのは、ただ美味しいというからではありません。私はこのお出汁で60年以上育っています。実は母は一度も顆粒だしを使ったことがないんです。私は子育ての忙しい時、粉末のうどんスープ飲むと美味しいなと思って使いかけたことがあるんですけれども、母を見習って使うのをやめました。母はもうすぐ88歳、
私ももうすぐ64歳になりますけれども、がんを寄せつけないこんなに健康な体はこのお出汁で育ったせいではないかと思っているんです。ですから皆さんもぜひできるところから作っていただきたいと思っています。最後までご覧いただきありがとうございました。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。